私たちは多くのことを愛だと感じます。家に帰った時に漂う美味しいご飯の匂い。喧嘩をしても、次の日には何事もなかったかのように部屋のドアを開けて交わす会話。みんなが寝静まった夜遅く、一人で部屋にいる時に感じる寂しさと虚しさ。そばにいる人が永遠に消えてしまった時に感じる、乗り越えられないかもしれないと思うほどの大きな悲しみ。困っている時に助けたいと思う気持ち。アレルギーのある友達と外でご飯を食べるとき、エビを抜いてくださいと頼むこと。理不尽なことをされたとき、同時者ではない私がもっと強く感じる怒り。一緒にいて、くだらない冗談で近所がいびき渡るほど笑う声。隣に座っているとき、触れ合った二つの腕に感じるときめき。夜に眠るときに浮かぶ彼の一言。明日も、明後日も会おうと約束すること。彼のために、今すぐ何もしてあげられないことへの切なさ。それが永遠だという信念がありますか？愛に本当に終わりがないのでしょうか？別れですか？何度も経験しましたよ。子供の頃、引っ越しをして一番仲良かった友達と連絡が途絶えました。でも、その子の名前が何だったのか、あまり覚えていませんね。8歳の時に飼っていた気候を思い出します。老犬になって天国の星へ旅立った時、どれほど泣いたかわかりません。私にとって初めての死の経験でした。一人暮らしを始めてから、両親と離れて暮らすようになりました。時々家のご飯が恋しいです。そして最近では、彼氏と別れました。3年半ほど付き合いました。いろいろとお互いに歩み寄った時間は大切でしたが、私たちは初めから違っていました。違いを乗り越えて一緒にいるべきがどうかも意見が合わなくて、そうですね。結局、違いのせいで別れることになりました。いいえ、何人かいましたよ。別れた理由もその分たくさんあります。この世には私たちが別れるべき理由は数えきれないほどあります。愛せる理由も多いけれど、その理由自体が私たちを別れさせる理由にもなるんです。親が子に向ける愛ように理由がないように思える愛でも、結局は子供だから愛すると何かしらの理由があるじゃないですか。だからもっと傷ついて遠ざかることもあるようで。今の私はもう愛がわかりません。正直なところ、愛したいという気持ちもないんです。愛されてると感じたことはあります。でも、それで満たされることはありません。自分を愛する気持ちさえも、自分を満たすことはできません。愛は不完全だからです。そうです。変わり、揺らぎ、離れて消えていきます。それを維持するのは難しいものです。ほとんど不可能に近いですね。もうありません。
愛は妖言であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます。威厳ならやみます。知識なら廃れます。愛は妖言であり、愛は親切です。また、人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して絶えることがありません。予言なら廃れます。威厳ならやみます。知識なら廃れます。愛は決して絶えることがありません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して絶えることがありません。